世界の皆さんこんにちは、ゴッツボックスです。今日は久しぶりに声をこうやって撮っています。今日はタイトルにもある通り、こちらのねちょっともう見えてるんですけど、棚をね新調したんで、この新しい棚をね、紹介していこうかなと思います。なんで棚を新調したかっていうと、簡単に言うとキャパオーバーですよね。今年の1月からだいたい今7月ですけど、ゴジラグッズ、ゴジラのフィギュアとかのリリースの、頻度がすごくてですね、今年の、上半期だけでも本当にゴジラフィギュアが、増えました。お気づきの方もいたと思うんですけど、床にフィギュアをね、置くようになってしまって飾れない状態っていうのが続いてて、僕自身もなんかそれすごく嫌だったので、思い切って、棚を買うことにしました。それでは早速新しい棚をね、ご紹介していきたいと思います。棚の全貌はこんな感じです。前からゴッツボックスを見ていただいている方からすると、もうここめっちゃ変わったのがすごいわかると思います。今回購入したのはこの、スチールラック。こっちのね今まであった、ギガンティックとか置いてある棚とほとんど同じものになります。今回ね、色黒にしたんですけど、ギガンティックとか置いてある方のね、こっちのちょっとこの白というかグレーというか、本当はねこれ買う時に黒の選択肢があったら黒買いたかったんですよ。でもなくてしょうがなくこの色にしたんですけど、なんか今回ねいろいろ探してたらこっちの黒い棚を見つけたんで、もうすぐこれにしました。以前までね使っていた地球家具さんのコレクションケース、デュオというコレクションケースがあるんですけど、それもねめちゃめちゃ気に入ってました。でしかもゴッツボックスの動画ではこうフィギュアをしまって鍵をガチャガチャっとかけて終わるみたいな、そのルーティンみたいなねやつを僕は作ってて、すごくその終わり方も気に入ってたんですけど、さすがにコレクションがね、しまえないってなったらねもう元も子もないので、今回はとにかく量を置けるっていうことを、重視してこのスチールラックに決めました。であともう一つ決め手になったようなところがあって、地球家具さんのデュオというケースの上段にねオプションで取り付けられる上の段っていうのがあったんですけど、それも1台2万いくらちょっと覚えてないんですけど、それぐらいしたと思うんですよ。なのでねそれを2台でなると、コスト的に4万円ぐらいはかかってしまうと。普段ね3万4万のフィギュアをねたくさん買ってる僕ですけど、4万円ちょっと高いなみたいなちょっとかなり矛盾するんですけど、フィギュアをね飾る環境としてはいいものを用意した方がいいとは思うんですけど、高くついちゃうので、今回はこのスチールラック、これ1台で2万円ぐらいで、僕はプラスアルファで棚板1枚を追加して買いましたんで、全部で3万円かかってないぐらいかなきっとで購入しました。高さもね結構あるんで、上までみっちりねフィギュアを並べられるっていうので、一応これにしました。僕がね今回買ったこのスチールラック、横が180です。180センチで縦も180センチです。奥行きが45センチっていうのを、買いました。縦がね当然180センチぐらいの高さの棚になるので、部屋にねこう圧迫感みたいなのは、多少は出るんですけど、奥行き45センチっていうのがね以前使ってた地球家具さんのデュオとほぼほぼ一緒ぐらい、ここの一番真正面までフィギュアを飾れるっていうことを考えたら、大量のフィギュアをここに置くことができるだろうなっていうことで、今回このサイズを購入しました。まずですね、一番下の台は今こんな感じです。でここのね東宝30センチシリーズとか東宝20センチ大怪獣シリーズっていうのがパンパンにねこの前まで
詰まっちゃってて、もうさすがに置けない状態になっちゃってたんで、とりあえずこっちのね棚に移動してくるっていうのもね、一つ今回のこの棚を新調するにあたって、考えてたことでもあります。今ねここに何体かいるんですけど、とりあえずこうやって置いてあるっていうのは特にね意味はないです。こっちの棚よりも、こっちの棚の方が奥行きがないんで、こうなるべくね奥行きがないやつをとりあえず下に持ってきた感じです。ムービーモンスターシリーズがねここに置いてありますけど、そういったね細かいものもまだまだ、置けそうだし、東宝30東宝20のやつとかももう数体ぐらいは入れれるかなって感じです。はい、2段目になります。でこの2段目は、このね角が動画に一番よく、映るような場所なんで、ちょっとわちゃわちゃとこんな感じでわちゃわちゃとするような形で、置いてます。2段目は結構お気に入りが多いかもしれないですね。でここに背びれがあったり、こっちはアースが2体いたり、ベアブリックも奥にいたりっていうような感じで、こうやってこんな感じで一番動画に映りやすい場所なので、結構ねこうごちゃごちゃっとした風に、置いてあります。まだ全然ねこの後レイアウト変えるかもしれないんですけど、とりあえずはこのような形にしてます。はい、そして3段目、下から3段目はこんな感じで、毛圧の、ゴジラだけでねこうバーって並べたくて、今はこんな感じにしています。本当はこう前の段と後ろの段でちょっと高さとかつければもっと見やすくねかっこいいレイアウトになるんじゃないかなとかっていうのも考えてるんですけど、今とりあえずこうやってバーって並べてます。で今ちょっとこううっすらぼんやり光ってると思うんですけど、このねちょっと見にくいんですが、これ LED をねまた自分で頑張ってつけたんですよ。でもつけたんだけど、こっちのこの LED のこの感覚あるじゃないですか。このね LED 見てもらって分かると思うんですけど、こっちね間隔がだいぶ開いてる LED で、本当は同じものを買いたかったんですけど、購入履歴見たらもうなくなっちゃってて、その商品だからやむを得ず違う LED テープ買って、またこうやってねバーって貼り直したんですけど、スチールラックが黒っていうのもあるせいか若干ね暗いんですよ。今この照明をね、焚いてるからこんだけ見えるんですけど、これ照明を落とすともう結構暗いんですよね。もうちょっとなんか工夫が必要かなとか、あとはねネオンみたいに間接的に後ろになんか照明があったらもっとかっこよくなるかなとかって思ってます。はい、でこの、毛圧のねゴジラのコーナーもこのね端からこっちの端までバーって並べていっぱいな感じはするんですけど、実際ねこのね奥行きがまだここまでちょっと見にくいんですけど、奥行きがねまだまだあるんで、並べ方の工夫次第では、まだまだ全然入るんじゃないかなって思っています。で3段目はこんな感じです。この4段目はね毛圧の、ゴジラ以外ですね。ゴジラ以外を、こうやって並べておいています。これだけやっぱ棚に奥行きがあるので、こうやって奥にビオランテを置いて手前にもヘドラが置けちゃうみたいな、こうやって場所を取るやつがいてもまだまだ全然余裕で置けるよっていうような感じです。ガイガンとアンギラスとか、コングとかメカゴジラとかね、こんな感じでゴジラ以外のものは、この4段目に全部置いています。でまだね
こっち側全然スペース余ってるんで、ここはまだまだ置けるなっていう感じです。一番上の段に、行く前にね、ここにね一番くじのモンスターヘッドマグネットがこうずらっとついてます。でスチールラックのいいところはこうやってやっぱマグネットがくっつくっていうのが、気に入ってて、こうやってマグネットがつくことによってこうやってねフックを取り付けて、吊るしてねこうやって飾ることもできるし、後からねカスタマイズできるみたいなところもこのスチールラックのいいところかなって思います。はい、で5段目は見てもらって分かる通りハイヤートイズのね、アクションフィギュアがこうずらっと並んでいます。でこっちからゴジラがこう並んでて、この前のねギドゴジとキングギドラとシーモとか、あとはこのクリスマスプレゼントをもらった時のメッセージとかも置いてて、こっちにもキングギドラがキングギドラがね2体入ってるんですよ。でこのキングギドラがもう3体入れてあるんですけど、まだまだね入れれそうな感触はあります。で個人的に嬉しいのがやっぱこのハイヤートイズの商品はこのハイヤーのコーナーっていう感じでまとめられるっていうのがなんか、僕的には嬉しかったですね。はい、こんな感じです。まだまだ入れられそうな感じです。あともう一個、このちょっと奥のところ、これ窓なんですけど、直射日光は当たらないもののここに窓があるっていうような感じなんで、やっぱ日に当たってね色あせとかは心配なんで、ここの窓をねボードかなんかで埋めれるように工夫して日の光が直接当たんないようにねしたいと考えています。この一番上の段もねまだまだガラ空きなんでどうしようかなって今すごく悩んでるとこなんですけど、本当にとりあえずですけど今はこうやってムービモンとかが置いてあります。もう何も考えずにとりあえずここに置いてあるっていうような形です。でこっち側はねちゃんと突っ張り棒してあるんですけど、こっちはねまだ突っ張り棒をちょっと用意してなくて今つけてない状態です。突っ張り棒はね一日でも早く準備した方がいいかなと思っています。はい、でこっちの棚っていうのはねあんまり今までとこう変わりはないんですけど、もうちょっとね整理整頓して、見やすい形にしようかと思っています。なのでねまだまだこっちからこっちの新しい棚にね移動してくるゴジラたちがいるかもしれないですけど、現状このような形になりました。はい、ということで今回はこのゴッツボックスルームのこの新しい棚をご紹介しました。スチールラックにしてねいざ並べてみたんですけど、やっぱまだまだ全然置けるので、これからもゴジラフィギュアたくさん買えるなと一安心しております。チャンネルが大きくね育っていったりしたら別拠点に移したいななんかも考えてたりするんで、皆さんね、チャンネル登録をして応援してくれればなと思います。でちなみにあともう少しで5万人ね、あともう少しで5万人いくんで、チャンネル登録してない方はねチャンネル登録をしてゴッツボックス頑張れと応援してもらえれば嬉しいです。なんか聞きたいこととかね不明な点があればコメント欄でもいいし、コミュニティ欄を開放したんでそこに、質問ですっていうような形で投稿してもらってもいいし、コメントは全部読んでるので気軽にご質問いただければなと思います。これからこの棚でまた新たに頑張っていくので今後ともよろしくお願いします。ちょっとなんですけどコレクションラックでコツコツ毛圧を置く動画、あれめっちゃバズって、あれがちょっとできなくなるっていうのが寂しいとこではあるんですけど、どうだろう、これもいい音するかな。
まあこんな感じで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。